きな音楽の一番最初ってやっぱりビートルズなんだけど、さんのその出会いでビートルズ感は全然なかったんで、そうだよね。やっぱドアーズ、そうだよね。思いっきり T シャツ着てたでしょ。ちょうどこうビートニックスとヒッピーが来て、その後パンクに行く、その中間の、ヒッピーの時代ぐらいの人じゃないですか。サイケデリックロックって書いてあったりするんですけど、サイケデリックロックっていうよりはなんかブルース色強いな。強い強い。あれ多分だけど、モリソン自体は、突き詰めていくと多分ブルースが好きなんだと思う。そうでしょうね。ゴダールからのインスピレーションを受けて、モリソン。そうなんだ。だからあと映像なんかそっち系の学校かなんかしてたんですか。UCLA、でなんか映像とか映画とかにやっぱ精通してるから、劇中劇みたいな多分感じもあるんだと思うんですけど、立ち姿とかマイクをこう持って、なんか叫んで撃たれて倒れるとか、なんとかソルジャー、ああいう倒れ方とか多分演劇的な演劇なんだよね。なんか偽物小屋っていうかやっぱりこのなんかあれだよね。そうそう、空中ブランコとか似合うサーカスの一端みたいな、ピエロの役みたいな演奏をしてるのじゃないけど、まあ要は新しい音楽をつけちゃうみたいな。ジャケットもなんかそういうっぽいジャケットのアルバムなんかあったけどね、なんかサーカスのそのセクシー。そうそうモリソンはセクシーだよね。そうだ、子供の時見てかっこいいっていう概念に、セクシーが一番際立って出てるボーカルかも。27クラブ、マーク・ボランとかジミヘンとか、ジム・モリソンもジム・モリソンそうですね。でジャニス・ジョプリンかな、ジャニス・ジョプリン、皆さんその辺が同時代ってで、言われてるやつ。その後カート・コバーン、最近エイミー・ワインハウスもね。ああそうだ、エイミー・ワインハウスもな、入り込んでさ、入り込んでやるのがなんつうの、かっこいいっていうか、それができない人はできないわけで、やっぱりこうまさに占領役者というか、ジム・モリソン、いなくなっても大丈夫だけど出てきたらすごいっていうですね。ずーっと見ちゃうっていう、何やんのかなあいつっていうのも含めて、だから普通じゃないよね、普通のボーカルじゃないよね。なんか役者としてもやっぱ役者じゃないの、なんかこうやってさ、要は入り込んで、こうかっこよくこうやってやってるじゃん、で不意にさふっと笑ってさ抜ける時あるんだよね。ありますね。こうやって客とか見てモリソンはハマったな、確かに。思春期一番ハマったな。ライブで一発目から後ろ向いてケツ向けてこうやってブレイコンスルーを始めるっていう、そっちに客がいてっていう、だからステージをもう初めからなんだよね。イサオと俺とメキさんと安島さんの4人でブレイコンスルーをスタジオ入って最初にやったんですよね。その時にちゃんとコピー、俺ベースだったから、とにかくドラムから始まるドラムのツカ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 って音がもう CD と同じだったんで、安島さんのドラムがやっぱりすごいなと思いながらドゥ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 をやってたんですけど、あれでも変だ、聴いてると変で、最初のギターがあの曲ってこうドゥ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 ントゥ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 ンって4拍目にトゥンが入ってるんですけど、出だしだけちょっと遅くないですか？なんでここなの？下手でしょ。当時のぬくさん語で言えば図がってますよね。図がってる、だから図がってからちょっともうなんかペロ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 みたいに
フラメンコ出身であれらしいですよ。ドアーズ組むことになって初めてエレキを半年ぐらい練習してもうデビューなんですよね。なんか拙いもんね。だからピックを使わないし、きっと爪も伸ばして、フラメンコの人が言ったようにきちんと固めたりしてるんですけど、全部つま弾きなんですよね。やっぱ一番初めに、はい、俺も好き、もちろんガツンときて、もうってなったのはやっぱブレイクオンするんだよね。ロックじゃないしさ、なんつうかもうラテンですもんね、出だしが。あれが割と俺的にはおおってなんだこれっていう、ボサノバが当時流行ってたと。66年ぐらいに、セルジオ・メンデスがアメリカでちょうどマシュケナだとかマシュケナだとかってやつかっこいいっすね。やったりして、多分そういうボサノバブームがちょっとあったんでしょう。まあそうだよね。そういうサビがレイ・チャールズらしいです。でもそう言われたらそうだね。言われたらそうですよね。あれはレイモン・ダルクの方が有名だったから。あ、そうなんですか。確かになんか再起走った顔してますよ。あの人が他のバンドとかでも有名だったらしいよ。あっちの方が。モリソンもだから入ってきた感じだね。あ、そうなんですね。目がギラギラしてるんですけど。だってレイはずーっとすごいもんね。演奏中に向かってやってるぞ。俺はやってる。本当にベースがいないじゃないですか、ライブとかで初期なのか、いないんですよね。左手でフェンダーローズのベースラインそうだよね。だからドーンズは実は俺の中ではやっぱりレイマンダルクがでかくて曲のほとんどが。ちょっとした味付けが本来ジム・モリソンなんだけど、その味付けが半端ないっていうね。そう、内容はジム・モリソンなしで十分成り立ってて面白いんだよ。だからあんな長い曲でもレイマンダルクだけ見てても全然見れちゃうっていうか、モリソン引っ込んでても別に、だからあいつがこうやって犬と遊んでても大丈夫な感じなんだからね。ずっとこうやって3人がドアーズのライブをストゥージーズのイギー・ポップが見て、その時のライブが初めてジム・モリソンが泥酔してステージを真面目にやんなかったっていうか、ちゃんと歌わずに逆に卑猥なことを言ったりとか、でどんどん曲を怒らせた日だったらしいんですよ。で後半そういう日はいっぱいあったみたいなんですけど、それが初めてだったから、その日はレイ・マンゼルクもちょっとびっくりしたりしてっていうステージをイギー・ポップが見て、それが良かったらしいんですよ。言ったよね。俺もできるって思ったらしいんですよ。そうだろうね。なるほど、その流れがあるのか。だからパンクの衝撃を与えたってことですね。そういうことですね。見に行ってまあと思ってたのがなんか初めやべえもの見てるから多分すげえものを見てるかもしれないに変わったんですね。全然違うのにピンクスも好きだったんだよな。いいですね、いいですね。なんかちょっとたるいじゃん。髪の毛抜けてる。なんか言われたっていうね。言われるよね。まあ確かに言われてるよね。そう言われるリーフなんだけど、でも全然そういう感じしないですね。パクリとかそういうことじゃなくて、メンバーが言ってて面白かったのが、あれはむしろキンクスっていうよりはクリームのサンシャインオブヤラブのリズム、あれになんかこうインスパイアされてるんだっていう。悪いわ。俺好きなのがラブミートゥータイムズ。はいはい。ラブミートゥータイムズ。そうあれやな。出ないところはがなっていくみたいな。だからパンクだよね、やっぱ。だね。
とレイのここのところとかこれ売れる曲じゃないですよ。出だしもそうなんだけどね。なんだっていうなんだこれ。そのままどんどん上に上がってって戻るときここ行くのってすごくロックっぽいんですけど、コードがビートルズとかのよくある、その後普通はっていうかこうで戻るのはありそうですよね、でも戻んなくてここに行って、でまた同じことやって、でどんどん上がってっちゃうんですよこの曲って、変だなと思って曲が面白いとにかく。Yeah. Yes. Come on, now touch me, babe. Fa-da, can't you see that I am not afraid? Shaka-ga-ga. Lawrence is good at piano. He shall be rocking in my shoe. Raga-ga-ga. Stop. That's perfect. You're perfect. なんか本当俺初めの印象だと本当なんかエルビスとかが歌いそうな歌だなと思って聞いてて、その時代あると思いますよ。シナトラが好きだったみたいですから、フランク・シナトラ。あの時代のだから映画音楽っぽい感じ、ジャズっぽい感じ。そうだ、そうなんだろうね。50年代ぐらいの音楽の感覚あるんじゃないですか。少し、だからずれてんだろうね。だと思いますね。それありそう。ロックがどうのって感じじゃないんだよね、だから曲がね。本当だよな、フランク・シナトラ。そこからここに戻るっていうのがすごい変ですよね。これがそう変だよ。だから初めすごいこれ違和感あったんだよね。ですよね。それがやっぱ面白くて癖になってまた聴きたくなっちゃうね。そっか、今歌のシナトラ感が分かりました。そうだね、シナトラ感あるもんね。普通に歌そうだ、フランク・シナトラ感とか言って、シナトラ感ねえだろっつって、あるわけ、あれあるニューヨークみたいなニューヨークでドラマーがジャズでギターがフラメンコで、レイマンザレクですからド変態バンドですよ。ドーンっていうね、ドーンツカツンっていう始まる感じじゃないですないですね。なんかこう始まる感じなんですよ。そうです。ロールでロールでって多いじゃん。なんかこうジャズ感ありますね。ドバーンドバーンっていう感じじゃないもん。面白い曲だな。ファイヤーとジエンドはなんか似ている感じで、この2つが似てますか。ファーストには入ってるけど、どの辺が似てるんですか。遅いところ、遅いとこ遅くて長い。これね、最初の音、マイナーの音を抜いてるんですよ。ナインスって言って、ナインスの音だけ鳴らして、メジャーかマイナーかはっきりさせてない音にしてるんですね。だから歌っても多分ちょっとだけ明るく聴こうと思えば聴けるんですよ。多分これマンザレクがねマイナーにしたんだと思うんですよ、これに。それ見ます？ロビーが歌ってるやつ。Know that it would be untrue. Know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. フォークソングだな。 Come on, baby, light my fire. It would be untrue. Know that I would be a liar. そうだね。これだよね。Girl, we couldn't get much higher.
Come on baby light my fire そう多分だってジエンドコッポラの目白君のジエンドの印象が実は強いあ、やっぱり映画好きじゃん、だから先に多分見てあれがかかっててすげえな、映画の世界観もすげえのに負けねえ重い曲って重い曲だ曲に重いとかさ、軽いとかあるとしたら、あれは重いっていう風にやっぱし感じれた。そうだって日本語じゃないのに感じれるじゃん、出だしからあ、そう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 あんな重い曲あるんだってギターは開放とタッピングを混ぜてなんかダダダダダってなるやつが印象的ですよね。なるほどギタリスト目線がありますから感じますねなるほどなるほど大いなる時の力持ちって曲あったじゃないですか。あった2人の何を言ってたか分かんないけど大いなる時の力の力のちょっと言えなくなったじゃない言えない俺も言えないわ。チューニングが変えてある弾き方だったみたいなんですよ。それをプリティダンサーでやりたかったんですよね。要するにやってますね。なんか似てるでしょ。ちょっと似てる。このみたいなとこ似てるでやりたかったんです。やってるよねでもオープンチューニングだからそれはできなかったんですよね、多分当時。なんかならないなと思ってただけでしたけど。大中な時の時の力を持つ少女たち。大中な時の時の力を持つ少女たち。そうそうそう言ってるだけで面白いよね。できるっていう。何の意味もないみたいなのも好きなんだよ。ああ、そうですよね。そうそうそう。そのシュールレアリスム入ってますそうよね。本来はだよ。でも最近はなりを潜めてるよ。時代が全然合わない。バルキルマンが確かはい。っていう役者が知ってました。俺全然知らなかった。主役はいモリソンのやつだと思うんだけど、はいすごい良かったのを覚えてるんだよね。あ良かったですね良かったね。似てる似てないじゃなくて。似てもいた。似てもいた。ああ、雰囲気出てたんです。結構アンニュイなんだよね。アンニュイ感は出てましたね。なんつうか立ち方とか、便器に座って歌ってたんだよね。あ、そうなんですか。映画だと思う。それは嘘か本当か分かんない。スタジオの便器スタジオの便器。すごい良かった俺あれ。それがすごく好きだったね。この感じでさ、ここに座ってる。ひげ生えてる頃ですよね。あらワンワン。便器。オリバーストーンだよね。リバーストーン。ナチュラルボーンキラーズとか好きでしたよね。うん、好き俺も好きでした。全然好きだね。例のエド・サリバン賞ですよね。ライト・マイ・ファイヤーの「ハイヤー」っていう歌詞が「ハイ」になるっていうああ、そうだそうだ。歌詞を言っちゃいけないから「ハイ」っていう言葉がとにかくいけなかったらしくて当時ブレイコンスルーの「シゲ・ハイ」もあれもダメでカットしたわけでしょ。とにかく「ハイ」って言っちゃダメで。PV とか見ると「ハイ」を歌ってない映像を撮ってるんですよね。ドキュメンタリー映画が作られてて、あれそれは見てないの？当時の映像をつないでジョニー・デップがナレーションするっていう。そう、これ面白かったのがこれを監督したトム・ディチロって人はジョニー・スウェードって映画撮った人で、あ、ジョニー・スウェード。ニック・ケイブが出てる映画ですよ。俺も好きあの映画好きだったね。真っ白のジム・ジャームシュみたいな髪の毛でニック・ケイブが出てきてとブラッド・ピットをビビらしまくる。あれすげえよかったな。これもう気づきました。これ偽物じゃないですか。あ、うまいね。ジミー・ファロンっていうトゥナイトショーっていうバラエティ番組の司会者なんですけど、そうなの？それはウケるな。素には戻らないね。あ、いいですね。
これすごいな。これ俺見に行きたいです。これとモノマネうまくてロシア人が喋る喋り方とかもうまい。だいぶ喋りましたね。